こんにちは、ペンタロウです。ビッグオフローダーテネレ700とアフリカツイン、ツーリングマシンとしての特徴比較をしてみます。1、各社の特徴。テネレの特徴。テネレ700はヤマハのビッグオフローダーです。シート高が 875mm で、軽量オフロード車のようにはサスペンションが沈まないので、巷でよく足つきネタにされていますが、一定以上の身長の人にはむしろ救世主のようなバイクです。2025年モデルから電子制御スロットルになり、より現代的にアップデートしましたが、変わらず手に馴染む系のシンプルな乗り味で、250cc のセロをそのまま大きくしたような人馬一体感があります。高いシート高ですが、さらに2センチ上がるオプションシートもあります。バイクって窮屈だなぁと思ったら迷わずテネレを探しに行くのが良いでしょう。とても扱いやすいバイクなので、身長のある人なら大型初心者でもいけると思います。アフリカツインの特徴。アフリカツインはホンダのビッグオフローダー、スタンダードとアドベンチャースポーツ ES の2種類ラインナップされています。現行のスタンダードはシート高を 870mm と 850mm でスイッチできる S のみ選択できます。アドベンチャースポーツ ES の方はフロントが19インチオンロードタイヤになったので、スタンダードとアドベンチャースポーツの2種類で差別化が大きくなりました。そのためアドベンチャースポーツ ES は NT1100 に寄っているので、そちらも選択肢に入りそうです。アドベンチャースポーツの方はシートが低く、普通のツアラーモデルくらいの水準です。大きくて重いのでさすがに初心者向きとは言えませんが、 DCT を選ぶととても快適で、シフトショックもあまりなく十分スムーズに動いてくれます。2、コスト差。各価格はテネレ700が税込み145万2000円、アフリカツインのスタンダード S のマニュアル車が税込み163万9000円です。この2つはマニュアル車のオフロードモデルとして近い存在と言えますが、価格差は18万7000円となります。排気量が 400cc くらい違うので、パワー重視の人にはアフリカツインはお買い得でしょう。アフリカツインスタンダード S の DCT は税込み174万9000円と11万円プラスです。アドベンチャースポーツ ES のマニュアル車が194万7000円、 DCT が205万7000円です。アフリカツインアドベンチャースポーツ ES の DCT はゴールドウィングや CBR1000RRR など特殊なモデルを除いてはホンダの中では最高値のグループに入っています。値段の変遷。テネレ700は2022年128万7000円、2023年134万2000円、2024年139万7000円、2025年145万2000円と順調に値上がりしています。およそ毎年5万円ずつ値上がっていますが、2025年以外は小変更なので、これを見ると初代と現行は少しお得感があります。アフリカツインは現行スタイルの登場からほぼ値段が変わっておらず、2019年の登場時点からスタンダードが2万2000円アップ、アドベンチャースポーツは1円も上がっていません。何も変更なしで値上げだけ続く昨今ではとても珍しいモデルとなっています。燃費と航続距離ですが、テネレ700は燃費 24.6 キロ、タンク容量16リットル、航続距離は 393.6 キロ。アフリカツインは燃費 19.6 キロ、タンク容量はスタンダードが18リットル、アドベンチャースポーツが24リットル、航続距離はそれぞれ 352.8 キロ、470.4 キロです。テネレの方が経済的ですが、アフリカツインも1100クラスと考えるとそれほど悪くない水準と思います。ちなみに CB400 スーパーフォアもペンタロウの実測ではリッター20キロくらいなので、アフリカツインと変わりません。メンテナンス。テネレ700のエンジンオイル量は通常交換で 2.3 リットル、フィルター交換時 2.6 リットルです。お手軽に交換できる量なのでお財布に優しいです。アフリカツインはマニュアル車が通常交換 3.9 リットル、フィルター交換時4リットル、 DCT は通常交換4リットル、フィルター交換時 4.2 リットルです。アフリカツインは結構オイル量が多いので、1回交換するだけでペール感がだいぶ軽くなります。さらに DCT はオイルフィルターが2個あるので、フィルター交換含めてホンダドリームに依頼したりするとなかなかなコストになりそうです。3、長距離ツーリング性能。高速道路走行。高速道路走行の快適性ですが、どちらも十分に速く直進安定性も高いので、100キロ連続走行も余裕。追い越しや合流も低回転から鬼加速で楽々です。アフリカツインの方がテネレよりさらに低回転から鬼加速できるので、一瞬でスピードメーターの数字が上がります。またアフリカツインはクルーズコントロール装備なので、 DCT と合わせるとまずまず楽に移動できます。
振動についてはどちらも回転数低めで走れることもあり、不快な振動は感じません。スクリーンの防風性能はどちらも優秀で、5段階調節できるアフリカツインの最大値とテネレが同じくらいではないかと思います。この辺は身長や着座位置で変わるので参考程度にしてください。およそ首まで風が来ないのは首元のマイクに風切り音が入らないことで確かではありますが、その分ヘルメットに風が集中するのでネイキッドより風切り音が増えます。風切り音が大きいヘルメットは頭痛が起きて難聴になりそうなくらい大変なことになるので注意してください。アフリカツインはスクリーン位置加減が一番風切り音が辛く、上限がテネレと同じくらいです。ちなみに CB1300 や GSX8R のオプションスクリーンは風切り音が増えません。おそらく胸元までカットされて頭の風は減らないものの増えないのだと思います。風切り音が辛い人はより巨大なスクリーンを持つバイクにするか、より風切り音が少ない高性能ヘルメットか、いずれかを検討すると良さそうです。積載特性、積載性能の比較ですが、テネレは純正採用が耳鼻のようで、純正品でも耳鼻表記でも同じように使えるようです。ペンタローは SW モテックのリアラックとサイドキャリアをつけようとしていますが、部品が来ないのでしばらくお預け食らっています。 SW モテックのリアラックは耳鼻やシャッドの箱をつけるアダプタが販売されているので、その辺で自由に行けます。アフリカツインはキャリアが標準装備されていて、対応アタッチメントでトップケースベースが装着できます。純正はなかなかに高価で、ペンタローはシャッドのアタッチメントをつけました。数千円で買えるのでおすすめです。これをつけるとシャッドのベースプレートがそのままつけられるので、コスパ最高で積載が確保できます。熱、夏場に重要な排熱関係ですが、テネレは大型クラスにしては暑くありません。個人的に真夏いけます。暑くてどうにもならないレベルではもちろんなく、外気の方で普通に暑いという感覚です。とはいえ熱はきちんと発していて、外気20度前半くらいに乗っていると少し暖かいなと感じます。アフリカツインはしっかり暑いです。30度いかなければなんとかはなるくらいで、外気35度などになると危険です。その頃はきっとメーターの外気温表示は40度くらいになっていると思います。ペンタローは夏は一切乗りません。外気温25度以下限定にしたいので、1年のうち 3,4 ヶ月は休眠させる運用になります。真夏でも大きいバイクに乗りたい人は MT-07 シリーズは一つのおすすめです。他にもこの排気量クラスは2気筒で排熱経路に問題がなければ夏でもいけるはずです。4、サイズ感、大きさ。テネレ700のサイズは長さ 2370mm、幅 935mm、高さ 1455mm、ホイールベース 1595mm、最低地上高 240mm です。アフリカツインはスタンダード S が長さ 2330mm、幅 960mm、高さ1485から 1540mm、ホイールベース 1575mm、最低地上高 250mm、アドベンチャースポーツ ES が長さ 2305mm、幅 960mm、高さ1475から 1530mm、ホイールベース 1570mm、最低地上高 220mm です。テネレの方がやや長いですが、アフリカツインの方が全体的に一回り大きい印象になると思います。アフリカツインはかなりでかく、ハンドルが高いので身長によっては 270kg の CB1300 より取り回しが辛いと感じるかもしれません。重さ、テネレ700は 208kg、アフリカツインはスタンダード S マニュアル車が 231kg、TCT が 242kg、アドベンチャースポーツ ES のマニュアル車が 243kg、TCT が 253kg です。テネレはそんなに重くなく、比べると走らせてもかなり軽快感があります。アフリカツインはちょっと重いので、取り回しにもある程度体力が必要だと思います。ペンタローは CB1300 や SCR950 を扱って慣れているので、まあ普通に扱っています。ステップの距離、身長が高い人にとって最重要クラスのスペック、シートとステップの距離ですが、これは長ければ長いほど長時間走行で膝が楽になります。画像からの推定値ですが、テネレは垂直距離が 526mm くらい、アフリカツインはハイシート側でも 518mm くらいで、テネレの方がやや長いようです。テネレはシフトペダルの高さがデフォルトの状態でオフロードブーツ基準で高めになっていて、調整範囲限界でも高めのため、土踏まずあたりをステップに乗せるとシフトペダルがつま先裏に当たるので、つま先ステップで乗るのがデフォルトになります。その分膝は曲がるので、総合的にアフリカツインとはいい勝負です。股下 82cm のペンタローはどちらも窮屈感はなく、長時間でも膝が余裕です。5、各所のスペック。サスペンションですが、テネレは調整幅が広く取られていて、フロントリアともスプリングプリロー
ロード、伸び側減衰力、厚側減衰力が調整できます。現行モデルのリアは手で回せます。アフリカツインのスタンダードも同様です。アドベンチャースポーツ ES は電子制御サスペンションなのでディスプレイで調整します。いずれのモデルもオフロード前提なので動きの幅が広く乗り心地も良いです。シート、テネレ700のシート高は 875mm、アフリカツインはスタンダード S が 870mm と 850mm、アドベンチャースポーツ ES が 840mm と 820mm です。これらはアナログでハイローの付け替えができる仕様です。シート自体はいずれもいわゆる薄っぺらのケツ板シートではありません。ただ姿勢が直立になるので長時間無傷ではいられないかもしれません。パワー、テネレ700は最高出力73馬力、最大トルク 69Nm、アフリカツインは最大出力102馬力、最大トルク 112Nm です。パワーはアフリカツインが圧倒的に上ですが、実際に乗ってもほぼ全ての人が出だしからそのように感じると思います。テネレは 400cc クラス程度に普段乗っていれば走り出しちょっと速いなくらいだと思いますが、アフリカツインは爆発的に速いなと感じるかもしれません。ちなみにペンタローはこの辺いろいろ慣れているので、アフリカツインも何の躊躇も恐怖心もなく出だしから普通に走れています。ミドルくらいに乗り慣れていればアフリカツインも最初から普通に扱えると思います。メーターはカラー液晶ですが、テネレは Bluetooth でスマホとつなげて矢印の簡易ナビを表示できます。ヤマハでは珍しいガーミンでなく無課金で使えます。ホンダの一般メーターと同じようなナビの感じで、止めたら始動時また確認という流れなので、休憩のたびにいじる必要があります。この辺の運用についていい方法があったら誰か教えてください。アフリカツインはカープレイの有線接続です。当然線が邪魔です。降りたら線からつなぎ直しになって、結局スマホをマウントしないとやりづらいところがあり、なんというかちょっと惜しいです。ゴールドウィングが無線なので次期モデルはきっと無線になるでしょう。バッテリー、テネレのバッテリーは一般的なバッテリーの YTZ7S、 10時間率 6Ah、 アフリカツインのバッテリーはリチウムイオンバッテリーの HY110、 20時間率 6Ah という仕様です。リチウムイオンバッテリーの方が放電が少なく指導性が良いので普通に使う上では便利です。その分手動での充電は専用充電器が必要になるので注意してください。6、まとめ。ツーリングバイクとしてのテネレが向いている人は軽さは正義、シンプルに足が長い、コスパも重要、やっぱりミドルだ。アフリカツインが向いている人はパワーこそ全て、 CCT で楽したい、給油頻度を減らしたい、電子制御サスペンションが欲しい。これ系が好きならどちらも満足度は高いので、見た目や好みの機能のあるなしで選んでも後悔しないと思います。また各種バイクの紹介や比較などをやっていくので、よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。